この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今回はプロ絵師が7つの質問に答えてみたということで、いつもね、1つの質問に深掘りしてかなり丁寧にお答えしていくっていう動画を撮っているんですが、そうするとですね、割と一瞬で答えが出ちゃう質問に対してはあまり答えていないっていうことがあったりします。なので今回はですね、ちょっと趣向を変えまして一気に7つの質問に答えていくっていうことをしたいと思います。今回の動画は趣味でお絵描きをしている時に出てくる実際に描く時のお悩みから、あわよくば絵を仕事にしたいんだけどそういう時にはどう考えたらいいのっていうお悩み、あとはね、お金に関するお悩みまで結構幅広く答えてみようと思います。なので今回の動画を見ていただければ、日々ね、お絵描きをしていてモヤモヤっとすることがあるんだけど、何に対して自分がモヤモヤしているのか分かんなくなっちゃうことってあるじゃないですか。そういうね、日常のモヤモヤ感を解消するためのお手伝いをさせていただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。まず1つ目の質問です。人のイラストを描くときに目の位置やサイズが左右で異なってしまいます。目の描き方のコツを教えてくださいとのことです。はい、これはですね、結構そうなっちゃう人多いですよね。はい、今ですね、一旦わざと変に描いていますが、こんな感じで左右の目のサイズが違ってしまったり、あとは左右で目線が違ってしまっているパターンをよく見かけます。これね、多分この時点では本人気づいていないと思うので、このまま直せって言われてもどこを直せばいいのかわかんない状態だと思うんですよね。なのでそういう時は一旦仮でもいいので、線ではなく色を塗った状態にすること、これがね、良いです。色を塗ると線じゃなくて面の状態になるので、色を塗った面積の大きさの比率が一目で判別できるようになるんですよ。はい、塗って見比べてみると右側の目が若干長すぎるのと、あとね、目線が左右でずれてしまっていることに気づきやすくなると思います。気づいたらこのように直せばいいわけです。でね、まだ違和感がある場合には左右こう反転してみるとより理想的な形に近づけると思いますね。特に多いのは左右反転する前は目線がね、カメラに行っているはずだと思っていたのに、反転してみたら目線がカメラを向いていなかったっていうことに気づくパターンです。これ解決するには黒目を右側にずらしてあげればいいんですが、必ずしもね、黒目の位置だけで調整する必要はありません。このように上まぶたを逆に動かしてあげても目線は変更できますよね。今聞かれているのは多分目の位置やサイズについてなんですが、実は目ってね、他のパーツの形や位置によっても印象が変わってしまうものなので、目の印象を良くしたい場合にはむしろ目だけじゃなく顔全体を見ながらバランスを調整すること、これがね、とても重要です。あとね、これはものすごく細かい話になってくるんですが、さらに高いレベルで印象を良くしたいっていう場合には、そうですね、例えばプロを目指していたり、もうすでにプロだったりね、そういう場合にはもう一瞬で目の前の人にいい印象を与えたいっていう時もあると思うんです。そんな時はこんな風にズームアップした状態の絵の印象よりもズームアウトした時の絵の印象を大事にした方が良いです。はい、サブ画面をめちゃめちゃズームアウトして引きの状態で見ながらですね、あと1ミリここの線太くした方がいいかもしれないな、目をほんのちょっとだけ上に持ってきた方がいいかもしれないな、なんていう風にね、右側の引いた状態を見ながら理想的な印象を作り上げていくようにしてみてください。はい、でね、もっともっと詳しくキャラの目や顔の印象を整える方法が知りたい場合にはですね、こちらの動画、印象値って何？顔もっと可愛くする魔法を教えます。ご覧ください。印象値っていう言葉を使って左右の顔のバランスを整える方法について詳しく深掘りしてお伝えした動画になっております。はい、2つ目の質問いきます。将来絵で食っていくためにはこれはやっておいた方がいいっていう練習法はありますか？はい、この質問ね、結構多いですね。趣味ではなく将来絵で食っていきたい、でもそのために今からやっておいた方がいいことがあれば準備しておきたいってことだと思います。これはですね、絵で食べていくためには自分が得意な絵を描けることはもちろんなんですけど、人からの要望を聞き入れてそれを形にする能力があるかどうかがすごく重要なんです。でもね、要望を言ってくれる人って実はですね、うまく自分の要望を言葉にできない人の方が多いと思うんですよ。別にね、口下手とかそういうわけじゃないですよ。例えばですね、かっこいい感じにしてくれっていう言葉一つとっても、その人がどういうものを
をかっこいいと感じているのかどうかってもっと深掘りしてあげないとわからなかったりするんですよ、正確には。なのでイラストレーターってそういう依頼者さんの言葉にならない表現したいっていう気持ちを質問しながらですね引き出してあげて、感動を形にする職業と言い換えることができると僕は思うんです。そのための能力を伸ばす練習法というとですね、これは練習っていうよりかは僕は遊びとしてやっていたんですが、お絵描きチャットで同じテーマで絵を描き合うみたいなことを学生時代は頻繁にやっておりました。最近だとねちょっと状況は違うんですけど、先日ねディープブリザード魔王様と対決っていうテーマでお絵描きしたのも、もしかしたらそのノリに近いかもしれませんね。同じテーマでお題を出し合って、人によって様々な切り口があることを学んでおくことによって、あ、同じテーマでもこういう見せ方あるんだ、こういう視点があるのかってね、引き出しがどんどん増えていきますし、それと同時に自分の視点と他人の視点の違いにも気づけるようになるので、こういった遊びを通してですね、テーマや言葉にしての解像度が飛躍的に向上すると思うんです。絵で食っていくっていう意味においては非常に重要なポイントだと思います。はい。でね、今紹介した魔王様とのワンドロ企画ですが、同じテーマでワンドロして皆さんも参加できるような企画になっておりますので、まだ見ていないっていう人はぜひ先日のライブ配信見てみてくださいね。はい、3つ目の質問です。キャラデザがうまくいきません。衣装を考えるとき、どのように考えて、どんな工夫をしていますか？はい、こちらはですね、いろいろな視点があるので、全部語っていると時間がなくなっちゃうんですが、一つね、デザインのハードルがぐんと下がるやり方があります。はい、まずはね、女性のキャラを描いていきますが、僕の場合はですね、とりあえず死の子の難しいことは考えずに、もうね、外側だけ、キャラクターのシルエットだけを先に決めちゃうっていうやり方をすることがあります。こんな風に中身のことはあまり考えずにですね、グレーのベタ塗りだけでこんなシルエットだったら面白みがあるかもしれないなっていう影だけを先に塗っていっちゃうんですよ。で後からその中身をこう決めていく、線画で。はい、こんな風に。こういうね、あんまり難しいことを考えなくても、パッと見インパクトのあるデザインって、シルエット、線という順番で作っていくと簡単に作れちゃうんですよ。はい、もう一例、同じ描き方で男性を描いていっちゃいましょう。まず最初にシルエットを描いていきますね。で、今回はシュッと細身のツンツンしたキャラクターにしていこうかと思います。どこをトゲトゲさせようかななんていうことを考えながら、影の形を決めていきますね。はい、猫も描き足しちゃおうかなとかね、途中で自由に想像力を働かせましょう。そしたら同じように今塗ったシルエットの中身を後で描いていく。ほら、細部を全然詰めてはいませんが、なんかもうこれだけで形になるじゃないですか。これがね、キャラデザしていく時にあまり悩みすぎずに結構楽しくデザインしていくためのファーストステップ、コツです。覚えておいてください。この辺のことをもっとよく知りたいっていう人はですね、こちらの動画、誰でもキャラデザがうまくできる方法とはがおすすめです。デザインしていく時の注意点やコツを順序立てて説明しております。4つ目の質問です。いつもお仕事を受けてらっしゃると思うんですが、実際のクライアントとのやり取りはどのようにしているでしょうか？はい、これはですね、基本的にメールです。で、要望があったら専用のアプリとかを使うこともありますね。例えば、スラックとかセーブポイントとか、あとは Web3 系のプロジェクトだと Discord が多いでしょうか。ただね、案件が増えていくと、もうね、どこを見たらいいのかわかんなくなっちゃって、結局ね、確認漏れが発生する場合があるので、できる限りメールに統一するように僕はしていますね。あとね、意外に大事なのは声でやり取りする機会です。これ電話でもズームでもどっちでもいいんですが、さっき言ったようにクライアントがどんなことに魅力を感じていて、どのように表現したいかって意外と生の声を聞かないと分かりづらいことってあるんですよね。なので仕事を始める前と、あと仮にラフを出して NG をもらった場合ですね、そういう場合にはなるべく細かいニュアンスを汲み取るために電話での打ち合わせをさせていただくことが多いです。あとですね、これに付随してこんな質問もあるのでお答えします。イラストの営業はどのようにしていますか？19歳の時に仕事をもらったと言いますが、その時はどのような流れで仕事をもらったんですかっていう質問。これですね、多分僕だけじゃないと思うんですが、イラストレーターは営業活動っていうものを特にやっていない場合の方が多いと思います。これなんでかっていうとですね、実際にした仕事自体が営業になっちゃうからです。イラストレーターは一度仕事を始めちゃうとですね、描いた絵自体が世間に出回るので、それを見た業界
界関係者が、あ、次はこの人にお願いしようってね、次のクライアントになっていただけるパターンが非常に多いんですよ。なので、営業は特にはしません。で、そこで次の質問なんですが、僕が19歳の時にどうやって初めの仕事を手に入れたのか。最初の仕事は当然ですけど、それまでね、仕事はしていなかったわけですから、じゃあ最初はどうやって仕事もらったのよって疑問が、残りますよね。これは僕の場合はですね、その当時作っていたホームページがあって、それをですね、デュエルマスターズっていうカードゲームのディレクターさんが、そのホームページを見て、それでメールでですね、こんな仕事あるんだけどやらないってね、声をかけてもらったのがきっかけです。これ今だとホームページに絵を上げたとしてもですね、あんまり誰も見てくれないので、Twitter にアップしたり、インスタにアップしたりするっていうのが今の主流だと思います。SNS で絵を発表して露出の機会を増やしていくこと。これがね、今の仕事をもらうためのファーストステップと考えてもいいと思います。それとね、動画が長くなってしまうので、ここについては詳しくは語りませんが、企業とのやり取りの中でこれはやっちゃダメっていう気をつけなきゃいけないポイントもあったりします。こちらの動画、これはアウト。クリエイターがやってはいけないことトップ5。僕もやりました。はい、こちらの動画は変なところで失敗したくない、企業に嫌われたくないっていう人はですね、こちらが参考になると思います。ぜひチェックしてみてくださいね。はい、5つ目の質問は結構直球な質問です。ぶっちゃけ年収はいくらですか？はい、これですね、僕的には全然答えてもいいんですけど、なぜかね、年収を言うと怒る人たちが一定数いるので、最近ではね、意図的に言わないようにしています。でもね、それだけだと何の答えにもなってないので、ある程度想像できる情報をお伝えするとですね、僕はね、イラストを描くクライアントワークもやっているんですが、この YouTube 制作とか、個人での書籍制作とか、他にもね、自分で進めている諸々のプロジェクトがあって、そっちはですね、僕がクライアントという立場だったりします。僕がね、これ作ってくださいっていう風にご依頼をして、で、お金を支払って作っていただくっていうことですね。たまにね、イラストレーターでお金を稼いで何に使ってるんですかとか言う人がいるんですけど、僕がもっぱらお金を稼いで何に使っているのかっていうと、そんなにね、なんかこう、美味しいものを食べまくったり、旅行行きまくったり、高級車乗ったり、豪遊したりね、僕は全然そういう趣味がないので、一番多い支出としては、何かを作り出す時の外注さんへのお支払いっていうね、その部分に使っている額が多いですね。で、その外注さんにお支払いする外注費がですね、だいたい年間で1000万円ぐらいです。あんまり外注費で年間1000万円使っているイラストレーターさんって少ないと思うので、結構ね、珍しいとは思うんですけど、そこから僕のクリエイター業の規模感は想像していただければと思います。でも細かいこと言うと、年商と年収って違います。正確に言うとですね、僕は個人事業主とは違って、自分の会社からお給料をもらっている社員なので、個人の収入っていう意味では他のイラストレーターさんと比べてもあまりね、多いわけじゃないと思います。でね、追加情報として、こちらは過去2000人の S さんにアンケートを取って、その内容をまとめた動画もあります。イラストレーターの年収についてもっと知りたいっていう人はですね、こちらを合わせてチェックしてみてください。衝撃、2000人の絵師に年収聞いてみた。おすすめです。6つ目の質問です。ゲーム会社でイラストの仕事がしたいです。魅力的なポートフォリオの作り方を教えてください。という質問です。はい。ゲーム会社でという前提でお答えすると、イラストの仕事がしたいと言っても、結構ね、何でもできる方がいいと思いますね。そういう意味では、イラストレーターっていうよりも、何でも屋のイラストも描けるデザイナーを目指した方が、ゲーム会社に入る上では有利だと思います。例えばですね、わかりやすい例で言うと、Twitter でもフォロワー数がガンガンいて、自分独自の路線を突き進んでいて、画風が確立している有名絵師っているじゃないですか。ある種憧れの対象になっている部分があるので、こうなりたいって思う人も多いと思うんですけど、ただそういう感じになれればゲーム会社に就職できるかっていうと、それとこれとはね、また別だったりするんですよね。っていうのも、ゲーム会社に就職するっていうのは、会社内部での制作に関わるっていうことなので、仕事の内容がね、若干イメージしていることと違う場合が多いんですよ。さっき例に出したようなフォロワー数何十万人の神絵師って、今は広告塔っていうか、言葉は悪いんですけど、客寄せパンダみたいな存在なので、そういった人にはね、外注として一時的に仕事を請け負ってもらうパターンが多いんですよ。で、そこで描いてもらったそのイラストだけだと、ゲームにしたりアプリにしたり、そういった使い方をするときに素材が足りないわけです。ここはこのキャラの 3D モデルが欲しいなとか、ここは横顔にした絵が欲しいなとか、ちょっと色違いも必要だなとか、そんな風に
使うシチュエーションによって素材を量産する必要が出てくるんですね。そこで社内イラストレーターの出番です。絵柄を合わせて主人公以外のキャラを複数人描いていったり、ミニキャラの素材を作っていったり、あとはね背景のイラストを作っていったり、もう時にはそのキャラが登場する画面のアイコンとかメニュー画面まで作ったり、そういうねいろいろな素材を作る必要があるんですね。なのでイラストレーターって一口に言っても、社内のイラストレーターと外部のイラストレーターとでは求められる能力が結構違います。今回の質問者さんのように社内イラストレーターとして会社に所属したいのであれば、私は何でもできますっていう人の方が会社としては欲しい人材と言えると思います。なのでポートフォリオもそのように作ってください。自信があるイラストをドーンと数枚持っていくよりかは、もちろんそういうのも入れた方がいいんですが、それとは別にモンスターこのぐらい描けます、背景もこのぐらい描けます、武器だってこんぐらい描けちゃいますってね、いろいろな一面をちょっとずつアピールすると印象がいいと思います。あとですね、この人は自分で考える能力があるのかどうかって一緒に働くと結構重要な要素だったりします。よく気がつく人、気配りができる人っていうポイントも同時にアピールできるなら、それに越したことはありません。それで言うと、ただイラストをボーンって配置するよりも、見やすいように綺麗にレイアウトすることとか、デザイン周りについてもねある程度気を配れると、この人はこんなデザインや気配りもできるんだっていう風に一気にね採用に近づけるんじゃないかと思います。この辺についてもっと知りたい人はこちらの動画、就職に有利不利なポートフォリオ全て公開します。こちらでね詳しく紹介しておりますので、興味があればぜひチェックしてみてくださいね。はい、最後の質問です。好奇心旺盛で何でもやりたくなってしまうのですが、全て中途半端になってしまい、成長をいまいち感じられません。何か一つに絞って極めた方がいいですか？はい、これはですね、一言で言うと人によります。すいません。ちゃんと解説しますね。例えばね、さっき言ったようにゲーム会社に入るのか、それともフリーランスで個人でやっていくかによっても方針が変わっていくと思います。さっき言ったようにゲーム会社に入りたいといったように、全体のスキルレベルとして40点とか50点とか一個一個の能力がめちゃくちゃ高くなくてもいいから、汎用的なスキルが幅広く必要っていう仕事をしたい場合には、むしろ全て中途半端でもいいから幅広く能力を摂取していくのがいいでしょう。そうじゃなくて、どこかの能力で突き抜けてその1点だけで目立って活躍したい、そういう目標があるなら自分の得意なことに一点集中するのがいいと思います。フリーランスの人はねこのパターンが多いでしょうか。またね、そういう目標で分けるのではなくて、自分に向いているモチベーションの保ちやすい方法っていう観点で分けるのもありだと思います。もしあなたが一気に成長を感じたい、そうじゃないとモチベーションが保てないっていう性格だとしたら、質問にもあるようにいろいろなことに行動を分散すれば、当然それだけ一個一個のスキルの成長が遅くなってしまって、やる気を失ってしまうでしょう。なのでその場合にはね、長期的にはね分散的にいろいろなことに手を出していくにしても、その一時だけは一つのことにガッと集中して短期的に成果を出すのが、こういう人のやる気を保つ秘訣だと思います。ちなみにね、僕もこのパターンですね。僕が出している3ヶ月上達法っていう動画にもよく現れていますが、僕はね短期から中期的に集中して能力を一気に伸ばすのが結構得意なんですよね。だってそっちの方がみんな驚いてくれるじゃないですか。僕はね、人を驚かせたり楽しませたりするのが好きなので、僕みたいな性格に近い人であれば何か一つに絞って極めるという方向性で努力するのが向いているかもしれません。ただね、人によってはそうとは限らないところが面白いところです。例えばね、イラストレーターの吉田誠二さんは、ご本人もねそうだと語っているんですが、吉田さんは僕とは逆で、いろいろな物事をたくさん摂取していって、ゆっくりじっくり成長していくのが好きなタイプということでした。なので若かりし頃、まだ成長段階で今ほど有名じゃなかった頃に友人たちに言っていたそうです。今はまだイラストレーターとして有名には慣れていないけど、でも40歳になった時には見ておけよ、その頃には俺はきっとものすごいイラストレーターになれてるぜ。その言葉通り、今やイラストに関わる人だったら吉田誠二さんのことは知らない人がいないくらい有名な存在になっていますよね。そういう成長の仕方だってあるわけですから、これはもう自分の目標や成長の仕方、もっと言うと生き方に照らし合わせて、どれが自分に合ってるのかなってじっくりと考えて選んでいけばいいと思います。どちらを選んでも長い目で見れば有利不利はあんまりね関係ないと思います。頑張ってください。応援しています。
今の話聞いてたら、いつもキャラクターばっかり描いてたけど、ちょっと背景イラストにもチャレンジしたくなってきた。でも、どうやったらいい感じの背景が描けるのかわからない。やり方が知りたいという人は、こちら、7ステップで背景は簡単に描けますがおすすめです。ぜひこちらもチェックしてみてくださいね。はい、ということで今回は7つの質問にバーッとお答えしてきました。今回補足的に紹介した動画は全て概要欄に URL を載せておきます。興味がある方はそちらからチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。